今日飲もうと思ってるビールが、ビエルド・バンブクさんっていう、アンバーに蜂蜜が入ってる割と甘めなビールで、なんだろう、いつ買ったんだろう。あ、賞味期限切れてた。6月30日ギリした。明日、フォークリフトの試験なんで、まあせいぜい頑張れやと一言よろぴくお願いします。まあせいぜい頑張れやなんですけど、試験だったら、こんなどうでもいいおっさんが、ビールを飲んで喋ってるのを聞くのではなく、早めに寝るなり勉強した方がいいんじゃないかなと思います。10月14日、息子の12歳の誕生日です。レオン、お誕生日おめでとうございます。レオン君、お誕生日おめでとうございます。レオンちゃんレオン君どっちだろう。息子だもんね。レオン君ですよね。はい。なんで毎回イヤホンをしてるんですか？カメラに向かって一人で喋り続けるって頭のおかしな人がやることじゃないですか。なので、まず僕お酒が飲まないと喋れないんですよ。で、お酒を飲んで頭がおかしくなってる状態で、イヤホンから人の声が聞こえると、誰かと会話してるかのように誤解をするんですよ。これ自分の声なんですけどね。なので、っていうふうに、すごく頭がおかしくなってる状態で、この録画は配信しております。配信じゃない。録画放送あれ、なんていうの？録画のビデオをアップロードしております。そんな感じ？2025年問題どうなると思いますか？増税あると思いますか？いや、さすがに岸田さんも増税したいと思うんですけどね。増税メガネって言われてますけど。増税メガネで面白いなと思ったのが、その増税メガネというのを言われた岸田さんが、じゃあレーシックにすればいいのかって逆ギレしたっていうので、いやいや、メガネが悪いんじゃなくて、増税が悪いんですと。なので、減税したら、増税メガネは減税メガネになるじゃないですか。だから、やるべきことは、メガネをレーシックにするではなく、増税を減税にする方じゃないですかっていう、そこじゃねえよ感が僕の中ですごい面白くて、やっぱ岸田さん天然なのかなと思って。はい。だから泣くことが良くないという考えが間違ってるんじゃないかなと思うんですけど、人間になぜ泣くという能力がついているかというと、その泣くということによって感情の処理をするというのをした方が便利だよなっていうので、泣くという能力がついているので、なので泣きたいときは泣いて、自分の感情の処理をした方がいいと思いますよ。で、モーガン・フリーマンの映画に外れがないんですよ。で、サミュエル・エル・ジャクソンは、たまに大外しをするんですよ。モーガン・フリーマンはね、僕が知る限り、多分ね、9割9分外れないんですよ。大体それなりに面白いんですよ。で、サミュエル・ジャクソンはね、9割面白いんですけど、たまになんかね、台風で蛇がなんかこう打ち上げられて、上からいっぱい蛇が降ってくれるとか、ほんとどうしようもない映画とか、なんかその、サメが出てきてサメに噛まれて死ぬみたいな、ほんとどうでもいい映画をね、サミュエル・ジャクソンはたまに出るんですよ。なんかその B 級映画のね、多分お金がギャラがいいんだと思うんだけど、もう B 級にもなってないような映画でたまに出るんです、サミュエル・ジャクソン。だからそれ見ると、やっちまったと思うんだけど、それも含めてサミュエル・ジャクソンは、しょうがねえな、またやってるわ、サミュエル・ジャクソンと思って見るっていう。アベンジャーズとかも出てますけどね。モーガン・フリーマンだと、ショーシャンクの空とか、あと、ボーン・コレクターとか、割とジャック・ニコルソンってやってる、なんか、すげえ金持ちのジャック・ニコルソンが死ぬまでにこれやっときたいんだよねっていう20個ぐらいをリストに上げて、で、それを一緒にやっていくっていう映画があるんですよ。コピーラックのコーヒーを毎日飲みながら、なんかスキューバダイビングだったらスカイダイビングだったりするみたいな。っていうので、最後になんかちょっと揉めるみたいな。日本円のタイトルだと最高の人生ってやつっていうのとかだったり、なんかあんまり日本では有名じゃないんだけど、それなりに面白い映画がちょこちょこあったりするので。なので、モーガン・フリーマンはね、結構外れが少ないと思うんですよね。見た目でモテない以上は、金で勝て。あの、20代で年収800万円以上ある人が9割結婚してて、で、600万円以上ある人が確か65%か70%結婚してるのかな。要するに、人は金で結婚します。イケメンで結婚できる人もいますよ。タレントとか芸能人レベルのね。でもそうじゃなくて、多くの人は何で結婚するかっていうと、生活が安定してるかどうかなんですよ。なので、金を稼いで金持ちになると、
モテます。要は金と結婚するわけじゃないんだって言うんですけど、残念ながら統計上、収入が多い人のが結婚しやすいです。で、逆のパターンで、これ男性の話なんですけど、女性の場合は年収が増えると結婚率は下がります。要は働くのめんどくさい、結婚したいって思う女性の人は、結婚して仕事が辞められるから、収入の高い人と結婚しようとするんですよ。で、逆に収入の高い女性は、めんどくせえ男に引っかかって時間取られるのも嫌だし、金は自分で稼げばいいから、別に恋人でいいじゃんっていうので、結婚しようとしないので、女性は年収が上がれば上がるほど結婚率上がるんですよ。で男性は年収上がれば上がると結婚率上がるっていうのもあったりするので、なので生物によるんですけど、一応トリカブトさん男性だと思うので、いっぱい稼いでください。あと、無駄遣いしない方がいいですよ。整体院開業して4ヶ月せず、売上はまだ安定しませんが、顧客数は毎月増えています。新規顧客より離脱が少ないためです。経営方法に間違いありませんでしょうか？全然正しいんじゃないですか？また、平日の新規を増やすアイデアもよろしくお願いします。あわよくば値段を上げるためのサブメニューを増やした方がいいんじゃないかなと思います。結局新規を一生懸命増やしても、肉体労働をずっとし続けているので、ずっと自分の労働時間が高いまま、長いままになっちゃうんですよ。で、なるべくそのオプションをつけることで、客単価、時間あたりの単価をちょっとずつ上げるっていうので、例えばこの枕使うと、寝るときに背骨の位置が、良くなるからいいですよとか、寝るときにこれ、湯たんぽ使うと、あったかいから、そんなに冷え性とかにいいですよとか、何か一緒に売れるものとかオプションとかをつけて、なるべく同じ時間で仕事をしても単価が上がるというのを意識してみてください。僕が言ったことは全然間違ってるかもしれないですけど、ただこういうのがやったら払ってくれるとか買ってくれるものあるよねっていうので、ちょっとずつ単価を上げていくっていうのをやることで、同じ仕事をしてちょっとずつ収入が上がるようにするっていうので、単価が上がってくると、人を雇っても、その人にそれなりの給料を与えてたとしても、ちゃんと雇い続けられるっていうのができるので、そうすると自分が働かないでもそれなりに収入になるし、で、さらにお客さんも増やして自分がやるっていうパターンもできるし、別店舗を増やすとかっていうのもできたりするので、単価を上げるっていうのを意識してください。日本の人たちが結構やらないんですけど、その飲食店とかも同じ値段で30年前から同じ値段でやってますとかを自慢げに言うっていうのをやってるんですけど、今後それをやっていくところって確実に厳しくなっちゃうんですよね。要は肉体労働をやってくれる人間というのがだんだん減っていきますっていうのと、あと海外からそれなりにお金を払ってくれる人がいるんですけど、日本人というのはどんどん貧乏になって人口が減っていきますっていうのは残念ながら事実なんですよ。なので、50歳です、60歳です、もう引退間近です、今のまで通りやりますは、引退間近であると思うんですけど、30年、40年以上働くというのであれば、物価の上昇よりも自分の給料が高くなるという構造を作っていかないと、じわじわと貧乏になります。要は、物価が今のところ 2% ずつ上がっていくので、なので、給料が 2% ずつ上がっていかないと、じわじわ貧乏になるんですよ。で、給料 2% ずつ上がるということでいくと、多分売上が3%、4% ずつぐらい上がっていくっていう形にしないと、給料 2% っていうのは維持できないんですよ。で、そうすると、じゃあ売上 3%、4% 年間上げていくっていうのは、やっぱり何か単価を上げるっていうアイデアとか意識を、もしくはちょっとずつ労働時間のやつがなりがちなんですけど、っていうのをやらなきゃいけないんですよ。ただ、労働時間を伸ばすは限界があるんですよ。やっぱり年を取れば取るほど長時間労働できなくなるし、労働時間伸ばして売り上げを確保すると、人が雇えなくなっちゃうんですよ。なので、いざという時に自分が倒れたら、もう会社ごと潰れちゃうとかってなっちゃうので、なので、どこかで売り上げを上げるというのの、会社の人とかって結構売り上げ上げる、上げていくって当たり前になるんですけど、客商売をやる人って、日本の場合飲食店とか、売り上げ、単価を上げていくっていうのはあんまり意識しないので、なので、今後30年以上働くのであれば、単価を上げるというのをちゃんと意識した商売の方がうまくいくんじゃないかなと思います。